FC200、FC250、FCD。材料記号の違いも大事ですが、鋳物の加工ではもっと手前で止まることがあります。図面と材料形状が微妙に合わない。取り代が多い。加工中に巣が出る。今回は FC200、FC250、FCD の入り口と鋳物材料を加工前に見るポイントを整理します。まず入り口です。FC200 や FCA250 は一般に根髄鋳鉄として扱われます。FCD は球状黒鉛鋳鉄、いわゆるダクタイル鋳鉄として扱われます。細かい規格値や数字の意味は図面や材料規格で確認が必要ですが、ここでは現場で迷わないための大枠として見ていきます。FC 材を削ると、切りくずは長く伸びるというより細かく崩れていく感覚があります。鉄やステンレスのように長い切りくずの処理で困る場面は比較的少ない。一方で細かい黒い粉が周辺につくことがあるので、機械周りや測定前の清掃は軽く見ない方がいいです。FCD は FC より硬いと感じることがありますが、現場では全く別物というより鋳鉄用の同じ考え方で対応できることも多い。ここは工具、形状、加工条件で変わるので、材料名だけで決めつけないのが大事です。この回で一番見てほしいのは、FC と FCD の名前の違いより、鋳物材料そのものの見方です。ポンプケーシングや機械部品のテーブルのような鋳物形状では、型の影響で材料形状が図面と微妙に一致しないことがあります。そのため芯出しで迷ったり、どちら側に取り代を寄せるかで悩んだりします。加工前に見るのは取り代が足りているか、穴が開く場所にちゃんと肉が残っているか、片側だけに削り代を偏らせていないか。ここを最初に見ておかないと最後の工程で苦しくなります。もう一つ、鋳物では加工中に巣が見つかることがあります。場所によっては加工を一度止めて客先や全工程と判断が必要になります。FC 材は補修が難しい場合があり、最悪の場合は材料から再製作になることもあります。そして加工が終わった後は錆にも注意です。鋳物は錆びやすいので、完了後にすぐ錆止めを塗るなど保管まで含めて管理します。今日のまとめです。 FC と FCD の違いは黒鉛の形や強度の考え方につながります。ただ現場ではそれ以上に鋳物の形状、取り代、芯出し、巣、錆を先に見ることが大事です。材料名を覚えるだけでなく、加工前にどこで止まりそうかを見ておく。これが鋳物加工の入り口です。